こんにちは。イオンチャンネルドラッグディスカバリーラボです。本日は慢性的な咳に対する P2X3 阻害薬の紹介をしたいと思います。日本や EU では承認されていますが、FDA では未承認という状況です。本日の流れは、まず慢性外傷について説明し、これまでの慢性外傷に対する治療薬とその課題について触れます。その後、ゲファピキサントの開発の経緯と特徴を紹介し、次世代 P2X3 阻害薬の開発に関しても少し触れていきたいと思います。それでは本編に入っていきますが、皆さん、咳ってどんなイメージがありますか？風邪をひいた時に出る辛い症状、そんなイメージが強いと思います。しかし実際には、咳は私たちの体を守るためのとても重要な防御反射です。咳には食べ物や異物が気道に入る誤嚥を防ぎ、さらに気道をきれいに保つ役割があります。つまり咳があることで私たちは正常な呼吸を維持できます。一方で、この防御反射が過剰になる疾患があります。特に痰が出ない空咳が長期間続いたり、少しの刺激で何度も咳が出たりすると、患者さんの生活の質、いわゆる QOL が大きく低下していきます。まず、咳がどのようにして起こるのか、その基本的なメカニズムについて説明します。まず、末梢では気道に存在する感覚神経が刺激を感知します。例えば炎症、冷たい空気、胃酸の逆流、タバコの煙など、さまざまな刺激が引き金になります。これらの刺激情報は迷走神経を介して脳に伝達されます。次に中枢では、脳幹に存在する脊柱数がその情報を統合調整します。必要な刺激であると判断されると、咳反射を引き起こす指令が生成されます。そしてその指令が運動ニューロンを介して呼吸器に伝わります。このように咳は気道で刺激を感知する末梢、情報を統合する中枢、実際に咳を出力する運動系の3つのステップによって制御されています。咳は続いている期間によって分類されます。3週間未満の咳は急性外傷、3週間以上、8週間未満続く咳場合は遷移性外傷、そして8週間以上続くものは慢性外傷と呼ばれます。この分類は単なる期間の違いではありません。咳がどれぐらい続いているかによって原因となる病気をある程度推定できる分類にもなっています。急性外傷の多くは風邪などの気道性感染症が原因です。そのため多くの場合は時間とともに改善します。しかし咳が長引くにつれて感染症が原因であるケースは少なくなっていきます。そして慢性外傷では感染症そのものが原因であるということはむしろ稀になります。さらに慢性外傷の患者さんの中には様々な検査をしても原因がはっきりわからないケースがあります。あるいは原因が分かっていても効果的な治療法が存在しない場合があります。このような咳は難治性慢性外傷と呼ばれています。患者さんによっては会話、仕事、睡眠、外出など日常生活そのものに大きな影響を受けます。論文の文章をもとにチャット GPT で作成した模式図を示しています。慢性外傷の原因としては、鼻の奥の鼻水が喉へ流れ落ちる後鼻漏や喘息、COPD、
喫煙、結核、気道内腫瘍、異物誤嚥、薬剤性外装、移植動逆流症、神経疾患など、様々な疾患や要因が知られています。難治性慢性外装は、決して稀な疾患ではありません。日本やイギリスで行われた調査では、成人における慢性外装の有症率は約2から 5% と報告されており、世界的に広く知られている疾患です。これまでの代表的な治療薬を表にまとめています。これまで難治性慢性外装に対しては、過敏化した感覚神経からのシグナル伝達を抑制することを目的として、主に中枢神経に作用する薬剤が用いられてきました。低用量のモルヒネや電依存性カルシウムチャネルに作用して神経興奮性を調整すると考えられているプレガバリンやガバペンチンや、酸管系抗うつ薬であるアミトリプチリンなどが使用されています。アミトリプチリンが含まれていることを少し意外に感じる方もいるかもしれませんが、慢性外装では長期間続く咳によって QOL が大きく低下し、不安や抑うつを合併する患者さんも少なくありません。これらの薬剤は一定の症状改善効果を示している一方で、中枢性の薬剤であるということもあり、副作用が問題となります。実際に眠気、ふらつき、認知機能低下などの副作用が知られており、治療開始前には期待される効果とリスクについて十分に話し合われる必要があります。さらに COPD 患者を対象とした試験では、ガバペンチンやプレガバリンの投与群で呼吸器症状の増リスクが報告されたこともあり、安全性への懸念も指摘されています。このような背景から、副作用をできるだけ抑えながら咳過敏そのものを標的とする治療薬というところが世界中で求められるようになりました。そしてその新たな標的として注目されたのが末梢感覚神経の P2X3 経路です。今回の動画では大きく触れませんが、 TRPV1 や TRPA1 チャンネルの拮抗薬や NAV1.7 阻害剤、ニコチン受容体作動薬など、様々な咳関連物質に対する治療薬の開発も行われてきましたが、これまでの臨床試験では慢性外装を顕著に改善はできておらず、これらの結果から刺激物によって誘発される咳と慢性外装の病的な咳との経路は異なる可能性が示唆されています。末梢感覚神経の ATP-P2X3 経路について理解するために、まず難治性慢性外装で気道に何が起こっているのかを見ていきます。気道や肺の上皮には多くの感覚神経が張り巡らされており、常に様々な刺激にさらされています。例えばカプサイシン、冷たい空気、大気汚染物質、タバコの煙などです。これらの刺激は感覚神経に発現している受容体やイオンチャンネルによって感知されます。代表的なものとして TRPV1、TRPA1、TRPM8、TRPV4 といった TRP チャンネルや、今回のテーマである P2X3 受容体があります。刺激を受けると、これらの受容体を通してイオンが細胞内へ流入し、神経が興奮して活動電位が発生します。そしてこの信号が迷走神経を介して脳へ伝わり、最終的に咳として出力されます。ただし、難治性慢性外装では、このシステム全体が過敏な状態になっています。例えば、感覚神経密度の増加や、咳刺激を感知する受容体の発現上昇が報告されています。さらに、インターフェロン、TNF-α、ヒスタミン、ブラジキニン、
プロスタグランジン E2 などの炎症関連因子がこれらの受容体の反応性を高めることも知られています。その結果、本来なら問題にならないような軽い刺激でも過剰に反応してしまいます。そしてこの赤過敏症において近年特に重要な因子として注目されているのが細胞外の ATP です。では次にこの ATP がどこから来るのかを見ていきます。細胞は損傷を受けたり炎症が起こったりすると周囲へ異常を知らせるシグナルとして ATP を放出します。ATP が細胞外へ放出される経路はいくつか知られています。まず一つ目は、ネクローシスを起こした細胞では細胞膜が破綻するため、細胞内の ATP がそのまま外へ漏れ出します。二つ目は、パネキシン1やコネキシンなどのチャンネルを介した放出です。細胞は炎症刺激や障害刺激を受けると、こういった ATP チャンネルを介して能動的に放出します。そして3つ目が小胞を介した放出です。VNAT と呼ばれる輸送体によって ATP が小胞内へ取り込まれ、その後細胞外へ放出されます。このような複数の経路によって細胞外 ATP 濃度が上昇すると、気道周囲の感覚神経が刺激されやすい状態になります。そしてその ATP 濃度の上昇を感知する重要な受容体の一つが今回のテーマである P2X3 受容体です。 P2X3 が活性化されることで感覚神経の興奮が増強し、赤シグナルがさらに強くなると考えられています。そしてこの仕組みを標的として開発された薬がゲファピキサントになります。では次に今回の中心となる P2X3 受容体について見ていきます。P2X3 は P2X 受容体ファミリーに属するイオンチャンネル型受容体です。P2X 受容体は細胞膜を2回貫通するタンパク質から構成されていて、3つのサブユニットが集まった三両体構造を形成しています。このサブユニットの組み合わせによって同じ種類だけで構成されるホモ三両体、あるいは異なる種類が組み合わされるヘテロ三両体として存在します。構造を横から見ると少しイルカのような特徴的な形をしていることでも知られています。P2X 受容体はナトリウムイオンやカルシウムイオンなどを細胞内へ流入させます。現在、P2X1 から P2X7 まで7種類のサブタイプが知られています。その中でも P2X3 は同じ P2X3 同士で構成されるホモ三両体だけでなく P2X2 と組み合わさったヘテロ三両体として存在することも知られています。この P2X3 は主に末梢感覚神経に発現しており、特に小型心外受容ニューロンや交感神経ニューロンに高く発現しています。実際に P2X3 を欠損させたマウスでは温度感覚や痛み応答が低下することが報告されており、感覚情報の伝達に重要な役割を持つことが示されています。さらに神経損傷後には発現が増加し、痛覚過敏にも関与することが知られています。つまり P2X3 は刺激を感知して興奮へ変換するスイッチのような役割を持っているわけです。そして慢性外装ではこの仕組みが過剰に働いている可能性が考えられます。ここからはゲファピキサントがどのように誕生したのか、その歴史を簡単に見ていきます。まず1990年代前半、P2X 受容体の研究が大きく進展します。
1994年から1996年にかけて P2X1 から P2X7 までの7つのサブタイプが次々とクローニングされ、ATP 受容体の分子レベルでの理解が大きく進みました。そして1996年、ロシュでは P2X3 を標的とした創薬研究がスタートします。当時注目されていたのは慢性疼痛や内臓知覚異常などで末梢感覚神経が関与する疾患でした。初期の化合物はドラッグライクネスを持っていませんでしたが、その後数千化合物規模の最適化研究が行われました。その結果、高い効力や選択性だけでなく、物性や薬物動態も改善され、より実用的な化合物群が作られていきます。そして2009年、この P2X3 プログラムはアフェレントファーマスーティカルへライセンスされます。アフェレントは後にゲファピキサントと呼ばれる AF219 を用いて臨床試験を開始しました。当初は慢性外装だけを狙っていたわけではありません。関節痛や内臓痛など P2X3 阻害が有効となる可能性のあるさまざまな疾患を探索していました。しかしその中で大きな転機が訪れます。慢性外装を対象とした臨床試験において AF219 が非常に強い咳抑制効果を示したのです。一方で同時に味覚異常という副作用も明らかになりました。効果が出るという強い手応えと副作用をどうするかという新たな課題が同時に見つかったわけになります。その後2016年、この領域のパイオニアであったアフェレントファーマスーティカルをメルクが買収し、開発はメルク主導で行われることになります。そして2022年、ゲファピキサントは世界で先駆けて日本において初めて承認され、その後 EU でも承認されることになりました。一方でアメリカにおいては FDA から複数の CRL が出されており、現時点では承認に至っていません。このようにゲファピキサントは基礎研究から臨床応用までおよそ30年近い研究の積み重ねによって生まれた薬になります。ここからはゲファピキサントの特徴と課題について見ていきます。まず作用基準ですが、ゲファピキサントは ATP 結合部位の近くに存在するアロステリック部位に結合すると考えられています。P2X3 受容体は ATP が結合するとクローズドステートからオープンステートへ構造変化します。ゲファピキサントはこの構造変化を抑えることで受容体の活性化を阻害すると考えられています。P2X 受容体の ATP 結合部位は P2X1 から P2X7 まで非常によく保存されているため、ATP 結合部位そのものを狙うとサブタイプ間の選択性を出しにくいという課題があります。そのため ATP 結合部位そのものではなく、アロステリック部位を標的とすることで高い選択性を獲得したわけです。実際にゲファピキサントは P2X3 ホモ三量体に対して数十ナノモラーという非常に高い活性を示す一方で、他の P2X 受容体には10マイクロモラー以上と大きな選択性を持つことが知られています。一方で課題もあります。ゲファピキサントは P2X3 ホモ三量体だけでなく P2X2-3 のヘテロ三量体にも比較的強い阻害活性を示します。そしてこの P2X2-3 ヘテロ三量体は味覚に関与することが知られており、これが臨床試験で多く報告された
味覚異常の原因だと考えられています。次に、実際にどのような咳に効果を示したかを見ていきます。牛乳外装誘発試験では、カプサイシンやクエン酸のような刺激誘発性の咳に対しては、ゲファピキサントは大きな効果を示しませんでした。一方で、ATP 刺激や蒸留水刺激では、咳を優位に抑制することが示されました。つまり、ゲファピキサントは、すべての咳を止める薬ではなく、ATP、P2X3 経路が関与する病的な咳を選択的に抑える可能性が示されたわけです。こういった結果を受けて、ゲファピキサントは2022年に世界で初めて日本で承認され、その後、EU 等他の国でも承認されました。しかし、FDA では現在も承認に至っていません。理由の一つとして、臨床試験で認められた効果の大きさが限定的だったことが挙げられています。ただし、これは薬そのものが問題だけではない可能性もあります。慢性外装は原因が非常に多様であり、実際に P2X3 経路が強く関与していない患者も試験に含まれていた可能性が指摘されています。もし本当に P2X3 依存性の患者を適切に選択できていれば、より高い効果が見えてくる可能性はあります。今後は、より選択性の高い次世代 P2X3 阻害剤の開発や、患者選択の改善が重要なポイントになってくると考えられています。最後に、ゲファピキサントの後続開発品に関して紹介したいと思います。ゲファピキサントは、日本をはじめ複数の国で承認されましたが、味覚異常などの副作用や効果の大きさに関してはまだ改善の余地が残されています。そのため、現在も多くの企業で P2X3 阻害剤の開発は活発に進められており、有望な臨床結果を示している後続開発品も登場しています。ここではその代表例をまとめています。開発の中で特に重要なポイントになっているのが P2X2、3ヘテロ三量体をいかに回避するかという点です。先ほど説明したように P2X2、3ヘテロ三量体は味覚異常の原因の一つとして考えられています。そのため理想的には咳に関与する P2X3 ホモ三量体は強く抑えながらP2X3 へヘテロ三量体はなるべく抑えないという設計が求められます。実際、カムリピキサントやシボピクサントなどではゲファピキサントよりも高い P2X3 選択性を持つことが報告されています。では、なぜこのような選択性が生じるのでしょうか。現在の構造解析からは、これらの化合物は ATP 結合部位の少し上に位置する隣接するサブユニット間で形成されるポケットに結合すると考えられています。P2X3 ホモ三量体においては、このポケットが3箇所すべてに存在しているため、化合物が効率よく結合できます。一方で、P2X2 を含むヘテロ三量体では、ポケットの構造が少し異なっているため、結合性が低下し、結果として阻害作用が弱くなると考えられています。興味深いことに、このサブユニット間ポケットは、P2X3 だけでなく、P2X4 や PTX7 創薬でも注目されている重要な領域です。現時点でも複数の化合物が臨床開発中であり、この中から近い将来、新たな承認薬が登場する可能性も十分に考えられます。もし承認されれば、その開発ヒストリーについても、ぜひ動画で取り上げていきたいと思います。さて、ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。本日の動画はこれで終わりです。今後も新たな薬が開発された背景や、その薬の特徴に着目して、創薬に携わっている方や
学んでいる方の参考になる情報を発信していきたいと思います。参考にした文献や特許情報は本動画のコメント欄に引用を記載していますので、深掘りしたい方は参考にしてください。次の動画も楽しみにしてもらえると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。